始まったでい始まったでい。今日はファミリー待って、何それ。エビちゃんやシャイやん。なんかいつもさエビちゃんってさねファミリーって言ってもう一回やって。タン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 ファミリファミリー。いや、やらんわ。前は。今日は真剣やから。ー分かっ今日はた、旅行コンテンツとかじゃなくてまあ別に俺コンテンツ別に旅行とかないけどな。まあこれはでも正味誰かの人のためになんかなればええかな思って撮ってるぐらいやから。確かに実際それで苦しんでる人おるかもしれんしなそう。めちゃくちゃ申し訳ないけど苦しんでる人が絶対おるから、まあ経験者として経験者やな。経験者は語れるから。まあちょっと撮ろうかな思って。まあ結論から言うと、2年前かな多分。結論から言うと、まあ2年前ぐらいまで、まあ、ちょっとパニック障害、アングザイティアタックってやつやな。っていうのに、まあ結構悩んどって。悩んでたっていうか、まあシンプルしんどかったんやけど、これ別に何がしんどいって、毎日の生活がしんどいとかじゃなくて、タイミング、電車乗ってる時とか、飛行機とか、バス乗ってる時とか、車乗ってる時とかが、まあ結構しんどくて、まあそのパニック障害が出て、みたいな。で、まあちょっと困っててんけど、どう困ってたどう困ってたまず順番から言うと、なってたんが、俺ら卒業いつやったっけ2020年3月2020年の1月ぐらいから12月か2020年の12月にまあなんか電車乗ったら気持ち悪くなるみたいな。吐きそうってこちゃうねん。いやまあ俺だからさ卒業まあなんかさ学校の期間終わってさ卒業式まで時間あるやん。とあるその間も俺バイトしとったんやずっと、うんだからずっと大阪行くのに、兵庫住んどったから大阪行くのにまあ電車で行っとってでまあ電車あーってなるやんガタ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 って行くやんか。でなんか急に気分悪なんねん。吐きそうとかじゃなくてなんかグーみたいな。でなんか急にその冷や汗と心拍数バクバク上がって自分でよう言うんがなんかパスポートを修学旅行の時に空港で忘れたの気づいたぐらいバクバクするみたいな。やっべえみたいな。やばさはわかるけどなんかうわーってやばくなってなんかわからんねん。ほんまにやばくなんねん。で焦っちゃうみたいなバクバクバクってなってバクバクなるやん。それに対してもっとバクバクするねん。やばいやばいやばいみたいな。でなんかまあなんか世界がギューってなってうわーって焦れて顔も熱なんねん。でやばいってなってそれが1分ぐらいかな1分ぐらいついたら急に引くねんスーって。あそうそれって貧血みたいな感じなの貧血じゃないけどマジで貧血もあるんちゃうかぐらいの勢いねんか。でそれがまずずっとなっとってで俺普通乗ってそっから特急乗り換えて大阪行くねんけど普通の乗り換えまあ特急の時にいつもなっててでそれがまあ毎日起こるようになり始めてまあ2日間3日間とかでなるようになってきてこれは睡眠不足やと思ってで生活習慣が変えるためにまあバイトで夜遅かったから朝遅くてみたいなで生活習慣悪かったから、まあ、普通に朝早寝早起きするようして2日間ぐらい乗ってんけどやっぱなんねんやっぱうわーみたいなあかんわみたいなほんまにあかんくなんねん。顔もそんなんなんの顔真っ赤よ。こんなんにはならへんけどマジで顔真っ赤なってで結構マジで押しつぶされるようになんねんか心拍数バカバカしてでもうやばいってなんねんけどでそれがまた2日間ぐらい続いてでこれは睡眠不足ちゃうと、野菜やと野菜俺は鉄分ビタミン取れてへんと思って、前なんか動画載せたかもしれんけど毎日野菜ジュースってあるよ。あるある俺あれ、前多分動画で、まあ、どの動画忘れたけどちょっとこの辺貼っとくわごめん。あなんかあれやな日本での生活あそう、俺ガチで毎日飲んでんねんけどあれそっからやねん。あそうなので毎日飲み始めてん野菜ジュースを。あそれ理由なんやでも野菜ジュース飲んでてもずっと続いてん1週間ぐらい。野菜ジュースでパニック障害治ったらやばいよいやそんなん知らんやん俺パニック障害知らんかったでこれやばいってなって、でまあついに Google ようやく手つけてん2週間ぐらい経ってから遅っ2週間持ったな10日間ぐらい経ってから Google にもう手をつけてまあ電車気分悪くなるって調べたら、全く一緒の症状が入ってるやつがあって、それがパニック障害って。どう思ったそれ自分がパニック障害最悪やと思ったよ。ってなるよまず。で、まあ正直に言うとめっちゃ精神科行くの嫌やって。そら嫌や俺も嫌やいやまあなんかあるやんイメージの、なんか精神科はちょっとなんか
わかるよ。なんかまあよう嫌なイメージあんねん。まあそれは失礼やけどもちろん失礼になるかもしれんけど、まあめっちゃその嫌なイメージあって行くの嫌やったけど、まあその時精神科行ってあ、行ったんや。行ったで。うん。精神科行ったらな結構人ってもうめっちゃおるやんみたいな。でなんかみんなまあなんか分かる、俺らの精神科のイメージってなんかもうさうーみたいな。いやでもそうやん。それゾンビや。いやなんかおーみたいなそんなんやん。でまあそうやけど、まあ行ったら結構人おって普通の見た目の人持ってあ普通やみたいななって、まあ精神科行って、でその時にまあお医者さんに言われたんがマジで一言やってんけどまあ行き急ぎすぎって言われて。そこからなんかその言葉よう言うよね。そうそうそう、まあ行き急ぎっていうまあ言葉がまあ若干作った言葉ではあんねんけど、まあその時結構いろんなことが、まあ、仕事もそうやし就職もそうやし、その時大学に行こうとしてたし、なんかそういうのがグワーってなって自分の中で全部やったろみたいな、なんか割とその精神は強いっていう勝手なイメージあったから自分はなんかメンタル強いと思ってたから、グワーって全部やってて結局それが処理しきれんくて、まあ行き急ぎですみたいな風に言われて、でマジかってなって、でもその時に薬もらってん。で結構ショックやって俺、薬飲むみたいな、精神病が薬で治ると思ってるみたいな。でまあ飲み始めたんよ。最初は強い薬飲んでて、電車乗る時はこのなんか特別な薬、その際だけ特に効く薬みたいな、まあ、ずっと飲んでて、でまあ卒業うまいこと言って。効果出たんですよ薬。それがな飲み始めてからなくなって秒で。やっぱ効果あるんや。最初はな飲むやん、その初日、飲んだ初日もう緊張しながら乗るやんか、でちょっと緊張するからさ、そのパニック障害ってなんか若干緊張の延長線みたいなのあんねやんか、で来るかな来るかな来るかな思ってたら来やんかった。来やんかったん来んかったんでそのまま全然行けて電車、でそれ行けたらごめん、そのもともと話戻さなあかな。まあその最初だからその普通乗って特急乗っててんけど、だんだん怖くなってきて特急乗るのが。なんでかというと特急ってさ一駅間区間でかいやん、出られへんからさ怖なってきてどんどん、でそれなってたら友達との車とのドライブで、友達との車とのドライブってなんかおかしいな、友達とのドライブとかで高速乗るやん、それもちょっと不安だったし、でバスとかも嫌やったし、イギリス大学院留学行くってなったらさ飛行機やん、いや無理やんみたいな。あれめっちゃ嫌がっとったな。めっちゃ怖がまあその後で続くねんけどめっちゃ嫌がっとって、でまあめっちゃ毎回ビビってんねんけど、まあ、薬飲み始めてから結論としたらめちゃくちゃ収まった。副作用なかった。副作用なかった。すごいな。まあ飲み続けてて、でまたお医者さん行ってくださいねみたいな、まあ1ヶ月後とかまあなんかあるやん、まあ、次また来てくださいみたいな、でどんどんなんかな弱い薬もらうねん、次は収めてみたいな、でなんでかっていうと飲み過ぎとったらなんか逆に気が大きくなってまうみたいな、その薬の効果ではいってはいじゃないけど大胆な行動をとってまうみたいな。で俺多分その時ちょっとなんていうどんどん大胆になっていって、だから薬のレベルを落としてちょっと戻していくみたいなことをやってて、まあ、それってまあ多分周りの人から分からんと思うね。マジで電車乗ってる時とか、いやアイエルツ受けてる時に来てやばかった。いやガチガチガイエルツやってる時に来てブワーなって、汗やばーってなってトイレ行きました途中で。マジでダメージ途中にめっちゃ嫌やった。でまあ卒業して、でお薬のレベルはどんどん落としてってんけど、投薬中に留学っていうかまあ大学院行くから飛行機やん、飛行機めちゃくちゃ怖くて、それは怖い。もうやばいと思ったら、そのお医者さんがちょうどなんか飛行機用に強めのその一時的な薬で、電車の時に飲んでるなんか一時的な強い薬みたいな強いバージョンみたいな、それの飛行機バージョンもらって、なんかちょっと長めに効くみたいな、強いみたいな、まあ飲んでんけど1点か爆睡。できた。俺飛行機で寝たことなかったんけどさ、9時間全部寝た。ドバイで乗り換えやったから。睡眠薬とはまたちゃうんですよ。じゃあね、なんか睡眠薬とはちゃうくて、人間って通常こうやったら寝れんねん、このテンションがこう、でも人間ってさやっぱ生きてるからこうなるやんか、これをだからこうする薬だからこうじゃないやん、こういう薬じゃなくて平常心でなんかアドレナリンが抑えられるみたいな、まあパニック障害って言うたら本来興奮してしまう時、本来なんか例えば人間ってわーって驚かしてるやん、ガーって走ったらさ心臓バクバクするやん、その状態って興奮してるからそうなるわけやんか、それを抑える薬やってん結局、でやっぱり心と体ってつながってるよなってめっちゃ気づいて、でまあ結局それ投薬中のままイギリス行って、
でイギリス着いてからもその今までこういう症状だったんですっていうのを、まあ、GP っていうねんけど、自分の住んでる地域のお医者さんのとこに行って、でそこでも薬1年ぐらいもらってて、でも電車とかいろいろ乗る時もまあ怖かったし。イギリスとかロンドンの地下鉄の方が怖くない？怖い初めはめっちゃ怖かったけど、でも閉鎖的や狭いし。そうで普通にまあなるんかなみたいな心配もしながら乗ってたけど、まあ投薬中やったからならんかったし、それでイギリスで1年ぐらい実は薬飲んどって、その強烈な薬、その電車の時とかタイミングだけ飲む薬があって、それだけまあちょっと実は財布の中入れとって、なんか怖かったから、なんかお守りちゃうけど、でまあ入れとって、でそれで1年経ったんかな。1年経って薬が切れたんよ。あ、なくなったって思って、しばらくなくなったんじゃないよ、なんかもう飲まんでいいよみたいなお医者さんに言われて、でまあ怖かったけど飲まんかったんやんか、しばらく。でそしたらいけるみたいな。なんか最初の1週間ぐらいはちょっと不安ばっかやったけど、電車乗る時も。でもなんかしばらくしたらいけるわみたいな。でまあ勇気出してあえてちょっとそのいやまあなんていうの、あえてちょっと長距離の電車乗ったりとか、あえてな。でもその時は友達と一緒に乗ったりとかしとって、俺ちょっと電車怖いねんっていうのを友達に言って一緒に乗ってもらった時はまあ一緒に遊びに行く時とか、まあ、そういうのやっとって、あの時アイスランド初めて行ったんいつやったっけ。一緒に行ったん一緒に行ったのが2019年の9月。じゃあ2回目か。2回目行った2回目やったら去年なんか2022年の9月。せやで、その時に初めて怖かった。俺そうドバイ経由でイギリス飛んだ時はさ大型の飛行機やったやん。でもさやっぱイギリスからアイスランドってまあ横3列の、まあ、ちっちゃめの小型の飛行機やって、エンジン2つのやつ。そうでそれ俺行けるかなって分からんかったん。まあ行けるんやろうけど、でめっちゃ怖くてバリビビって乗ったらいけないやな。いけた。降りたらなんかアイスランド着いた瞬間余裕やとか言っとった。多分あったわ。そうで余裕やって、でも多分それが怖くて前日寝れんかったのがあるんじゃん。そう一睡もできなかったね、怖すぎて。でめっちゃ不安やったけど行けて、まあ飛行機行けた、もう車ももちろん行けるし電車も行けるし、克服して、それはでその完治したって自覚したんはほんまにその時。じゃあ発症っていう言い方をいいんか分からへんけど、そう自覚でパニック障害なんやと思ってから何年2年半ぐらい。2年半ぐらいなマジで。長っ。2年と9ヶ月。まあ結構ほんまに怖かったっていうか、まあ不便やったな。別にやることは決まってるやん。例えばどっか行かなあかんってなったら電車乗らなあかんし、でもなんかそれがめっちゃ嫌やって、でそれでまあ言うたら克服して。そうもうずっと思っとったんが、ほんまになんかめっちゃ嫌やったし、なんか自分の普段できることができんみたいな。で人混みとかおったらなんかもう急に体熱なるしみたいな、めっちゃ嫌やったし。でもなんかパニック障害になってから気をつけ出したのはちょっとゆっくり行こうみたいな。なんか人生みたいな。例えば明日せなあかんことがあったとしても、まあなんか明日せなあかんことやったらあかんけど、まあ例えばなんか急がなあかんみたいな時でも、まあテイクイットイージー。まあそうやな。それはちょっとかぶれてんでな。なんて言うんじゃなんていうの、気楽に。まあそうやな。まあなんとかなるやろみたいな、なんとかなるし全部なんとかさせようみたいな気持ちでさせるから、まあなんとかなるっていうので結構そういうの意識し始めて、まあめっちゃ楽になった。ああよかった。まあ、楽なるっていうか多分やけど、今まではちょっとガチガチになりすぎてて、でもなんかそっちなんかちょっと気楽に生きようって思い始めてから物事楽に進むし、逆にうまく進むみたいなは思ったな。シンプルにあれやろ、まだ大学の時とかバイト入れすぎてたよね。まあ、お金が欲しかったってのもある。お金が欲しかったってのもあるし、そういうなバイトもやりすぎてたな。でなんかと同時になんかいろんなことを同時に全部やろうみたいな、なんか自分いけるやろうみたいなでやりすぎてて、でそれでまあパンクしたっていうのが大きかった。その俺多分パニック障害になった瞬間にさ、結構みんなに言ってるの普通に。なんか俺医者行ったらパニック障害になって言われてんけどみたいな、そしたらなんかみんななんか割と笑ってくれた。笑ってってかなんか別になんか待って、そんななんてマジで大丈夫みたいな感じじゃなくて、お前大丈夫かみたいな、そんなんじゃなくて、なんかお前やばいやんみたいな、会う人に言ってったらなんかネタなるし、正味ネタや。正味話のネタにしとったから、そうなんか多分みんな受け入れてくれたし、逆に自分も言いやすかった、あれが結構俺の中で良かったんかなみたいな。多分自分でなんか
黙っとったらなんか動きづらいんやろうし、確かになんか自分って病気なんやみたいなそう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 感じになってまうしな。でもあの時はほんまに病気、病気ではあるけど生活習慣の悪さみたいなそんな感じの一部やったから、割と言って俺は良かったなって思ってて、なんやったらみんなに言ってむしろ気ぃつけてなとか言えたし、なんかそれのおかげで割と回復が早かったんかもしれん。割とそのちょけながらやっとったから多分それで治ったんやと思う、割と早くに。それと思ったんがその、パニック障害になってから待ってよこの感覚どっかで覚えてるぞっていうのが1回あって、多分やけど2018年の8月に11月にシオンとあとシオンおんねんけど、てかこれシオンの家何やってシオンの家フレンチそうや今東京来てんねん。その2018年の11月に、友達みんなで、ドイツにみんなで集合して、そこから、オーストリアとかスイスとかグワーって行くねんけど、行って車でその時免許持ってたのが俺だけやって、そう国際免許持ってんのが俺だけやったから、俺が何時間めっちゃ運転してくれたほんまに。そう3カ国全部俺が運転してるけど、運転してくれた。ドイツのアウトバーンやっけ200キロぐらい出せるやつ、そうドイツのアウトバーン夜走ってる時に急になんか気分悪なって、あれ俺どんなんやったっけ、なんか俺がヤマトのちょっと運転席の後ろ座っとってんけど、急になんかヤマトがちょっと心臓バリバクバクするみたいな言っとって、でシンプルに俺とか俊介とか千恵子はなんかめっちゃ速いし、あとなんか周り200とかやそう街灯とかもなかったから車のヘッドライトだけが頼りやったから、それでだいぶ緊張して疲れてんねやろうなと思ったから、俺後ろから肩もんだりとかしとって大丈夫かみたいになったけど、肩もまれたらもう覚えてないもん、バクバクしてるしか覚えてない。だからなんかその状態なんかヤマトがなんかやばいみたいなずっと言ってるから、そうや、なんか首の後ろになんか感じて、なんかモヤモヤみたいなしたから、なんか俺さそのパニック障害の時もそうやねんけど、なんか不安がブワーってこの辺にあんねんか、なんかみたいに出てくるってなんか体現なんか感じでうわゾワーみたいなでうわーってなるから、俺その時めっちゃこうやって頭かいとって書いとったやろ。覚えてるで俺パニック障害の時もなんかもうこうやってやっとって、俺肩後ろから揉んでんのになんか手回してくるから、なんかこうやって回るのよ、ハンドル両手で握れよと思って。そうで結局横に止まってんな、ちょっと止まったでその時にはぁみたいな、なんかそういうめちゃくちゃなんか濃度の濃いストレスと不安がバーンってくんねんか。難しいけどマジで空港でパスポートなくしたみたいなそんな感じの2倍ぐらいのあれがくんねん、ブワーって。でその後無事帰ってんな、なんとか無事落ち着いて帰ってんけど、パニック障害ってマジ1分間とかぐらいグワーってきてすぐに消えんねん。でもそれが起こるっていうのをバクバクしながら生活するからマジで不便あって、ずっといつ来んねやろみたいな。そうマジで友達とかと電車乗ってる時も急に来てブワーって汗出るしみたいな、マジで嫌やって。でそれのおかげで今だから言うたら地元の電車乗る時もいい気分では乗らんよ、ならんって知ってるし、乗れるの分かってるけどなんか嫌な場所っていうイメージ。俺昔習字やっとって習字木曜日やってんやんか、そっから木曜日めっちゃ嫌いになってそういうのないそういうのあるくないでもレベル感ちゃうと思う。そうでも今はそのレベルで言うたら若干なんていうかな、トラウマチックじゃないけど、トラウマじゃないけど乗んの嫌みたいな、別に乗れんで乗れるしワイワイ乗れんねん、抵抗なく乗れんねんけど、なんかここで起きたなみたいな、じゃあトラウマなのかな。若干トラウマチック。今はもちろん全然電車ボンボン乗れるし、なんやったら新幹線とかも飛行機も全然行けんねんけど、飛行機はちょっとシンプルに元から嫌いやから嫌やねんけど、だからそれでそうで今は回復したっていう話で、前からずっと撮りたかったんやけど、シンプルにタイミングとどう説明しようかなみたいながあって、精神病やしな、精神病。でもなんか思ったんが、なったらマジですぐに医者行けっていう。医者っていうのは精神科ってこと？精神科やな。精神科とあと周りの人に言えっていうやつやね。確かにそういう時に言える友達をってだいぶでかい。そうで、なんでかっていうとそれは結局自分の経験やから、嫌な気持ちになった時に言える友達がいたってのはもちろんそれは良かったことやし、で逆に医者にすぐに行ったのも嫌やったけど早かった。結論その病気には病気の治し方があって、例えばコロナかかったらすぐ行くやんみたいな、
今はいかんけど、そうだからそういうのあるから割と良かった、その適切なあれでまあ治ったから。これさ実際多分俺なんか最初日本のさ精神科かかったやん。うんでロンドン移動してからロンドン行っても病院行ったやん。あいつらもあれよ役立たず両方とも。じゃロンドン電話越しやったもん、コロナの時期やったから。まあ、やし多分なんか日本よりロンドンとか海外の方がそういう精神科にかかってる人多いイメージやん。ああ多い多い多いってか、あいつらだからその回数がみんな結構抵抗なく行くやん、みんな抵抗なく行くから薬とかポイって渡してくれる。ああそういうことね。だからまあ薬だけもらっとったからそれで大丈夫やって。医者の診断結果的にはほぼ一緒やった言ってること。あだからいやイギリスのはもう引き継ぎみたいな感じ。ああそういうこと。そう紹介じゃないけどこういう症状もらってっていうレターを渡してそうで引き継いでもらって、なるほどね。でまあでもその時はマジで薬が命綱なんじゃないな、なんやろ精神安定剤みたいな。まあまんまやな、その時は薬がマジでその安心のもとみたいな、あって、まあ、それだけあるだけでほんまに気楽やったし、でも結局いらん、もちろんいらんし今当時パニック障害になった時に思ったんが、コーヒーとレッドブル飲みすぎてた。カフェインかなと原因。確かにカフェインって取りすぎたら緊張度合いますから、でそれで結構あかんかったんかなっていうイメージ。なんかテスト前とか大事なことがある時とかあんま飲まんようにしてる。なんで緊張すれば。そうあバクバクしてなんか大事なのはほんまになんていう無茶をしない。多分みんな例えば仕事をやってる人もそうやし学校行ってる人もそうやけどさ、学校終わるやん、まあ、学生の話よ。学生終わるやん。学校終わった後まあ何するかって言ったら携帯見ながら家帰るやん、ずっと頭使ってるやん、ずっと頭使ってで家帰るやん、家帰ってお風呂入ってもうずっと携帯使ってるやんか、で寝る前もずっと使うやんか、でそのまま見たらもううわーって活発になってる状態でそのまま睡眠行くやん。だからちゃんと休まらんまま次の日が始まるやん。だからマジそれのサイクルやと思ってて、心が言うたら休まらん、頭言ったら体と心ってつながってると思うし、体がもちろん 100% じゃなかったらすぐメンタルいかれるし、だからそれまあでかい経験やったなと思ってて、なんていうちょっと疲れてきたなと思ったらもうすぐに全部俺はバッて切ってポイって寝るとか友達と遊びに行くとか。デジタルデトックスじゃないけど、デジタルデトックスまでは言わんけど、でもシンプルにそのストレスになる要因をずっと抱えてる人たちは多いなと思って。ストレスになるとも知らずにみたいな感じ。依存やろ、言うたらストレスになるものに対して依存してるみたいな、だからマジでそういうのはすぐに切り離せるように、なんやろ別に毎日早く寝て運動しなさい、いいもの食べなさいとかそういうのじゃなくて、シンプルに全然タバコとかお酒とか吸ってもいいと思うし、もう夜遊びとか全然してもいいと思うけど、ギリギリまで限界来たかもって思ったらすぐにそれを全部バッてやめれる能力はつけといた方がいいと思った。これはなる前やね、未然に防ぐっていう、誰もだってみんなインフルエンザとかコロナかかりたいやつなんかおらんやん、だからそれを未然に防ぐっていうのはマジで大事だと思ったし、なんか俺今コーヒー1日2杯って抑えてんね。前何杯飲んでた4杯いっとったんじゃん。コーヒー3杯飲んでレッドブルとか飲んでたから、だからそれはマジで良くなかった。で次になった人やな、なってもうた人は、なってもうたって言い方は悪いんだ、まあなった人はマジでそれは運が悪かった。運が悪いからほんまに友達とシェアして乗り越える。友達とか家族、まあ、自分の場合は友達だったし、まあシェアしてどうやったら自分が快適な環境が欲しいで過ごせるかっていうのをすぐ伝える。だから例えば俺この電車乗るのしんどいねんってやったらまあ普通に言ったらええし、別にあかんことじゃないし、次にできる限り落ち着かせるとか言うじゃなくて、俺ちょうどなウィル・スミスの動画見てん。叩くやつ。それあれやん、アカデミー賞なんかウィル・スミスの言葉で、なんかあってんな、恐怖の向こう側ってやつで YouTube 載ってるわ。スカイダイビングするときにどんどん飛行機上がってくやん、めちゃくちゃ怖いんって。俺やらんけど絶対、まあ、なんかで上がってってどんどん恐怖が来てうわーってなってで飛ぶやん。飛んだ時にはなんかその時にめっちゃ綺麗な世界が見えるみたいな、
その時はほんまに綺麗っていう。でその恐怖の向こう先にはめちゃくちゃいい景色があるみたいなの聞いて、でなんかだから俺それパニック障害になってる時電車乗る時毎回それを思い出そうとしてて、めっちゃ怖いけどなんかいけるやろなみたいな、死にはせんしみたいな、で日本の鉄道とかマジで安全やし、絶対死なんのやろって思いながら、もうなんかなんやろ、なんでもどうにでもなれみたいな感じで、ああごめん下の人怒られる、まあ、なんかまあどうでもなれいけるやろ死ぬやろみたいな感じで言ったら、死ぬやろちゃうんでしょ、死ぬなんかもう死んでもええわっていう感じで言ったらいけるようになった。だから多分やけどなんていう、まあ、なんかちょっと大げさに聞こえるけど、ちょっと死ぬのをなんか覚悟する毎回、もういける行くもうええみたいな、どうでもいいっていうのを一回パッてやっちゃったらいけた。だから俺多分電車乗りながら何回も死んでる。めっちゃ死ぬ覚悟で行ったもん毎回。めっちゃ怖かったから最初。でもそれマジでそのなんていうの、実際そうなった人にしか分からん感覚やろなマジ。いやマジで言ったらさ、横見たらおばあちゃんとか乗ってるわけやんか、おばあちゃんとかなんかもなんかほんほんみたいな感じで乗ってんねんか、いつものほほとしてこいつどうやって乗っとんみたいな感じでその時は見とってん。マジか。マジで死を覚悟したらいける。全部だって自分の頭の中で起こってることやから、できる、コントロールできる。でもこれは多分ほんまに難しいと思ったけど、でもやっぱり一番目のこと、いろんな人に言ってるのは結構大事だと思う。それはマジでほんま思うわ。多分どんなことにおいてもそう大事やと。どんななんか嫌なこととかしんどいことが起きても、まあ言えへんこともあると思うで、それはあると思うけど、言える人をやっぱ自分の周りに置いておくって言い方は変やけど、そういう人がいるってことはほんまに幸せやと思うし、でちょっと勇気がいるなっていう人は言う、それを誰かに言う。病院でもいいし、病院でも正味いいな、恥ずかしいこともないってか、なんやったらほんまクラスメート職場横のやつ絶対精神病いてるそれはやちょっとはもうみんなあるって絶対。まあそうやね、なんていうかずっとじゃなくて一時的に若干そうやむとかも多分精神病じゃないけど、まあでも体調が悪いってことやん、そう言ったら。そういうことや。だからそういうのは経験っていうのもあるし、俺はこれを病気じゃなくて経験やと思った。おい、めっちゃいいよ。これはガチ、マジで経験やった、ガチで度胸ついたし、あと休むっていう能力っていうか休むっていう考えもできたし、落ち着かせようっていう。で俺パンクさせた時さ、結構一人だけちょっとあれやったやん、まあ無責任じゃないけど、ちょっと無責任やったやん、どうしようもないやんみたいな。なっとったな。俺めっちゃイライラしとったけそど。うでもそうじゃないと自分がイライラしてまうし、ストレスかかるって分かってたから、パンクさせてもらったらじゃあどうしたらいいっていうのをすぐ考えるみたいな。だから何か起きた時に、これは人をちょっとイライラさせる時もあるけど、何かが起きおったらどうしたら解決できるやろっていうのを真っ先に考える。で解決先がどうしても見つからんかったらすぐちょっと休憩するみたいな、そういうのはできるようにはなった。逆にアイスランドのパンクさせた時さ、パニック障害の症状出やんかった？いや、死んだって思った。マジ？やらかしたものが出かった？やらかした？いや、普通に死ぬと思った。どういうこと？死ぬ？車来んかったら死ぬなと思った。俺もそれは思ったよ。マジ死を俺は覚悟した。死ぬなって思った後に、でもまずパンクさせて真っ先に考えたのは走らせようって思った。車を？まず走らせようと思った。まず走らせようって思った後に思ったんが、もうなんか変なマーク出てん、コード切れましたみたいな、ピコンピコンってなって、あれって瞬間終わったと思う。その次に死んだと思った。ほんまに怖かったあれは。そう、アイスランドの動画見てくれたら分かると思うんだけど、ここにちょっと押しておこう。あると思うんだけど、アイスランドのめちゃくちゃ長距離の、周り氷河とかの中で伝統ない中で、伝統とか道じゃない、あれは山ボコボコの道、ダート道。そうダート道っていうなんかそういう道でパンクさせて、俺がパンクさせてもうて、みんなに迷惑をかけるっていうのがあんねんけど、マジで怖かった。その時も一人だけ「おお」とかじゃなくて「あー」みたいな「やってもうた」みたいな。俺はもう横で一生イライラしてたし、ほんまにどうしたらええねん。でも結論、イライラしても焦っても結果は変わらんから、たどり着くのはみんな一緒やん。だからそれやったらイライラせん方がいいわないっていう、これはようないねんけどな、たまに怒られる。これはでもしんどい時とかはそういうのはほんまに大事だと思う。
もんかな喋るとなんかある。いや別に俺はそうやからみんなストレスたまらんようにたまったら誰かに喋る。そうストレスたまらんようにまあ一番はまあストレスはたまらんようにしてで溜まってもうたら人に言うでこれはマジで誰にも起こるからほんまにみんな注意したらいいっていう話。人は大事ってこそうまあストレス社会はしゃあないけどと。そうやな。逆にその体勢つけるのが偉いんじゃなくて発散できる方いかに回避するっていうのも大事と思う。ってことで次の動画いつ上がるかわからん。また夏どっか旅行行くと思うしまあみんなその間いろんな苦労とかあると思うけどまあ俺も嫌なこととか苦労とかあると思うけど一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。ってことでこれは高評価やね。そうやね。高評価と、サブスクライブお願いします。あでもせんのもいいか。ストレスたまらないとせんでいいよ。バイバイ。よし終わり。いいね、ストレスたまるやん。